近くない？もういいか。もうちょっと下げれんじゃん。はい。どいて。触らんといて。はい。これ冷たいよ。これ映る。これ以上下げたら。はい、ということで、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今日の秘密基地に、家族一家が登場してくれます。ようこそいらっしゃいました、ゆうちゃろさん。ようこそいらっしゃいました。はい。よう言うわ。なんで？強制的に出さされたんか。そうよ、ブー太郎が出てっていう時はあんた出なあかんね、強制に。なんでかって？あんたブー太郎の王子様やから。肝いらん。食べろよ。いらねえんだよ。ということで今日は、見ての通り、マクドナルドを買ってきました。あとそれ2つかいい？で、知ってる？今みんな。これ。スパイシーマックナゲットっていうこの辛い赤くなったやつ。わかんない。こっち持ってきて。これ、赤いやつ出てるの知ってる？で、ソースが、マスタードはもちろんなんですけど、これ、トリプルスパイシーソースっていうのと、期間終わるで。サワークリームオニオンです。もう期間終わこれ新しく出たんじゃないの？でもうだいぶ昔の話やでも。そうなの？マクドこれは出したらじゃあ、バナナキャラメルパイ。それも昔。そうなの？もう終最わる新じゃないこれ。終わるでも。はい、ジュースいただきます。ジュース6度。はい。で、これがね、今日のメイン。何やつだ？トリプルやろ？名前。トリプル肉厚ビーフ。トリプル肉厚ビーフってなんかすっごいさ、ツイッターかなんかでバズってたやろ？そうなの？めっちゃ美味しいらしい。で、なんかすごい期間が短いらしくって販売してる。まだツイッターってよ。X か。なんかいろいろもう、時代遅れ。いいとこ。どう？美味しい？でもさ、このスパイシーマックナゲットってさ、一回も辛いと思ったことないねんけど、ちっとも。な。普通のナゲットと違いわかる？まあちょっと辛いか。目つぶって食べてわかるかな？万人受けの会社やからな。まあね。まあでも昨日上がったの。赤辛鍋とまではいかへんけどさ、もうちょっと頑張ってほしいねんな、辛さ。わかる？てか今真ん中に今日の話題の主役の子がおる。ねえ。もう大丈夫なの？あんた、本当に。昨日ですね、お姫、うちのとこの子の娘、ブーちゃんは元気に今下にここおるんですけど、元気ないのな、あんたこうやってペロペロするぐらいやからよかったわ。この子、なんと熱中症になってしまったんですよ。本当にこれはもう、反面教師じゃないけどな。良くないことというあれで聞いてもらいたいんですけど。かわいそうでしたね、姫さん。よいしょ。よいしょ。あんたたちの食べ物じゃないね。なんか珍しくない今日こんな近づいてくるの。いつも自分ら下でご飯食べへん。そっか。すいません、食べないよ。なんか喋ってよ。何があったか。これ。この暑い中、ブー太郎が公園に連れて行ったんですよ。違う。そしたら、倒れて、急に。病院連れてったら、平熱38度のところ42度。42.9やったらしい。そうなの？今日聞いたら。43やんけ、お前。やばい、本当にこうやって、今、無事生きてるけど、亡くなっててもおかしくなかった話。本当に。もうびっくりやんな。で、まあ、点滴してもらってね、なんとかなったみたいなんですけど、本当にびっくりよ。ね。これ何色？これ。
味しい。見て。てかあれやな、あんた、そういえばみんなからしたらさ、触れなあかんとこ忘れてたわ。今日美容院行ってきたんですよね。うん。髪色線何色なんですか？紫。まさかの紫。いつもどうやって色決めるの？なんか、今日何色しますって、なんか変なカラーの診断みたいな見せてくれるチャートっていうの？いや、マイルド。なんか、色、選べるようで選ばれへんのよ。いいこと。一回青入れてるやん。うん。だから、青系統の色みたいな。うん。やと、綺麗に入るけど、んだからそれの反対色を入れると、うん。映えない。入らない？うん。入らないってこと？うん。で、その次にもう一回同じ色を入れるみたいな。で、色の系統を変えていくみたいな。うん。っていう段階踏まなあかんらしく、うん。青系統でいくんやったら、うん。青か紫。うん。でも体色の色を楽しみたいんよ。えわかる？色の落ちていく様を楽しみたいわけよ。あいや、あ。はいはい。なんかこう、アッシュ系とかやと、うんもうその日楽しくて、うん3日後にはもう戻ってるみたいな。金にね。うん。うん。やけど、深い青を入れてくれることによって、うん。深い色か。うん。落ちていくときにいろんな色になっていくみたいな。うん。その中にアッシュがあったりとか。うん。うん。うん。で、色の長持ちするみたいな。なるほどね。うん飽きずに楽しめるみたいな。そうそう。いきなり金に戻るまでが長いんや。そう。が、青にしようって言って、青にしてもらおうと思ったんやけど、ん。なんか急に紫もありますよって言われて。はじゃあ紫で。あ。そういうとこはあれやでな。新しいものに挑戦すんねんな。うん。食べ物ってあんませえへんやん。うん。なんか、なんやろ。三大欲求じゃないけどさ、うん。食い物って、その中の一つやん。うん。だから余計にやと思う。こだわりが強いやと思う。うん。何で腹を満たすかで結構変わる。なるほどね。うん。髪色はまた別ってことか。髪色は三大欲求に入らへんからさ。見栄えやろ。うん。じゃあ睡眠は？睡眠も結構な、あるけど、どういうのがある？一人で寝たい。あ、そうなの？うん。たまに。だから、前で言うと、まあ、週に、多い時で2回うん。ぐらいさ、土日の休みの時にさ、一人で寝るやん。うん。あれがめちゃめちゃ幸せ。何にもとらわれずに寝れるから、こう、なんか無意識にさ、うん。ちょっと人のポツなんです。びっくりした今、人のポツと盗もうとしとった自分。普段の行いが出てんねん。こういや、いうそういうのしたことないよ、今まで。びっくりした。したことない？うん。またカタラーナの時どこまで食べとった？あれはさ、一緒に一個のものを食べようや。うん。でも、豚の方が分量がちょっと多かっただけやろ？ポテチ食べてる時はポテチ食べるときは豚は2枚出さないと。 2枚なんて可愛いもんじゃないからな、あんた。どうしてんの、ちゃん。珍しいな、あんたがご飯に寄ってくるって。何の話してた？睡眠。ああ、睡眠な。まあ、2人は基本も一緒に、基本っていうかもうここに引っ越してから、
ほぼ寝てないほぼ一緒に寝てなくって。何の一人かっていうと、ゆうちゃろはいつもブーと姫と一緒に寝てるんですよね。だから、土日ぐらいしか、一人で、ゆったり布団を占領できへんねんな。やっぱ大変やもん、犬と寝るのって。ずっと人間みたいに、いい子に寝てくれてるわけじゃないからさ、急に起き出して、水飲むのとかもトイレ行くのとかもそうやけど、その度にやっぱ目覚めるもんな。そうやな。ゆうたろうも前の家の時は、大変やったなと思う。体ほんまガッチガチになるよな。で普段の行いが悪いからとして、ブー太郎、あれやねんな。お部屋にうんこされとってんな。この話もっと詳しくして。言ったんで。扉開けて自分の部屋にうんこがあるなんて想像もしないから。前の家の時の話ね。え今の家の話。はい。ブー太郎の部屋にうんこがあるなんて想像もしてないから、そのまま素足で入っていったらうんこが落ちとって、そのままうんこペチャって踏んで昨日の話。昨日さ、ゆうたろうがいつも土日結構な、ブー太郎たちが家いない間に公園に連れてってくれたりすることが多々あって、本当にお世話をよくしてもらってんねんな。ありがたいことに。旅行中も面倒見てくれたりするし、とにかく N 太郎さんって犬が大好きで、なんかもう無理やからとか、もううちの旅館は予約いっぱいですとかっては言うねんけど、もう旅館って言ってるもんな。なんだかんだいつも面倒見てくれるな、文句言いつつ。で、昨日、それこそ、僕たちちょっと出かけなあかん用事があってな。この間に、N太郎さん公園連れて行くわ、つって。でも、雨か曇りかやって、昨日。曇り。で、真夏すぎるとな、もうこれから、特にこの担当種、フレンチブルドッグとかって、もともと熱に弱いし、もう、あんま良くないねんな、外に出るのが。だから曇りやし、もうギリギリ、まだこの気温25、6度、やったらいけるかっていうことで、連れて行くためにうちにわざわざ迎えに来てくれて、昨日ばったり会ったんですよ。で、よろしくねーとかっつって、その映像よかったら流します。こんな感じで来たんですよ。動画撮ってるから。なんて言いました今。ちょっと。今日2024年6月22日土曜日は、うちの姫とブーのお友達が来ております。みつおくんですね。見た今、みつおくん。もう水飲んだらこうやってすぐですね、こう床を汚して帰るんですよ。もうほら、見て、垂れ流してんねん。これわかる？これ。もうちょっと、コクーンにおしっこした今、衝撃的シーンが映った。ねえ、あなた、うちの家を何やと思ってる？としおくん。ちょっと今、衝撃的シーンをちゃんと映せた。こうやってうちの家に来たらいつもおしっこかけて汚して帰ります。よかったね、ブーちゃん。テンション上がってかわいい。いってらっしゃい。ねこんな感じでね、もうめちゃくちゃすごいでしょ、みつおの水の飲み方。見たみんな。もうね、垂れ流しなんですよ、あの子。水飲んでは、もう、床にボトボト、なんか水飲めてるこれみたいな状態でいつも。で、おしっこはされるし。もう大変なんですよ、あの子たち来たら、うちはうちで。でも面倒見てくれてるしな、っていうことで。で、なんかさ、連れてってもう、じゃあよろしくって言って解散して、うちのこうリビングからさ、N 太郎と犬4匹出てって、もう行ったんかなと思っとってんけど、なんか長い間、なんか2階でドタバタしてる音が聞こえとってな。なんか、ゆうちゃんは寝てたから、なんかゆうちゃんに会いに行ったりしてんのかなと思って、あんま気にせんと、ブー太郎は、なんかいろいろしとったわけ。じゃあさ、もう気づいたら、もう音もせんくなって、もう行ったんやなと思って。でさ、こっちはこっちでもう出なあかんから、準備し終わって、で、なんかその自分の部屋に着替え、何服着ていこうかなと思って入った瞬間にさ、べちゃってなって足が。
てかもう臭いねん。自分の部屋入った瞬間に、ウーマル P の匂いが。どういうことと思っても足を踏んだ瞬間にもべちゃ。素足で。ピッピ。びっくりしたわ。しかもめっちゃ臭いねん、ほんま匂いが。うちの子のピッピの匂いじゃないんですよ、絶対。もう、ああ考えたらうちの子のさ、うんこって匂い少ないよな。餌って大事やなって。ほんまに餌って大事やと思う。肌質も変わったし、元気さも変わったからさ。そう。でもさ、もうちの部屋には犬を入れたくないんですよ、そもそも。毛だらけになりたくないしっていう理由で、だから寝室部屋別に寝てるのも、それが理由だったりするの。なのにさ、うちの部屋にいつの間にか入ってきてて、しかも、ウーマル P まで落とされてる始末。で、そしてそれを自分が踏んでしまうっていうさ、最悪な3連単みたいな。日頃の骨が悪いから。そんなんですいませんと言ってくれる。で、全部王子様が拾ってくれて、どうにかしてとか言ってめっちゃうるさい。自分でどうにかしたいのに、おっさんめとか言ってな、このまま放置して行きやがってとか言って、ラッキームレありがとうとか言って、こうなんかすごい言ってたのにさ、そう、じじい。まあ、絶対これ、年代とみつおのうんこやわ。臭いもん。うちの子のうんこじゃないとか言ってね。まあ、関係性があるからの話で聞いててね、これは。よかったよ。くっさーとかな。もうずっと。もうまだ臭いとかな。スプレーいくら振っても臭いんで。マジで信じられへんと思って。で、うんこ自分で取りゃいいのに。ゆうちゃんがめっちゃ、これもううんこ取ってこっちが掃除したら、まだ取れてないちゃんとこれ拭いて3回ぐらいなんか呼び出されたわ。そう。お姫様プー太郎です。ほんと最悪やった。でも芸術やからな。ベッドの縁についてるうんこは取ってないねん。なんてなんていや今。芸術やからと思って、うんこの縁ちゃうわ。ベッドの縁にうんこついてて、多分蹴っ飛ばしたかなんかで勢いでついたんか知らんけど、はそのやつは拭いてない。信じられへんねんけど。後で見てみよう。ほんまなのね、それ。嘘ついてるやろ。そう、扉のところに、下の床の、まだついてる。なんで取ってくれへんの？は残しといた方がいいかなと思って。固まったら余計取れへんの分かる？うん。なんでそういうことすんの？水流したら復活するやん。ありえへんな、姫。このおっさんも。あれで、ブーとヒミがさ、年はとみつの匂いやーってなって、喜んでくれるかなと思って。喜ぶわけねえやんか。また違う匂いやねんけど、それ。すべてはこの子たちのため。ねえ。まあ、もう、そういうことは済んで、平和によろしくお願いしますと思っとったら急に電話かかってきてな。うん。何の電話かと思って、今ユーチャルが出てんけど、なんでかかってきたまず。なんか、ヒミが倒れた。突然の。自分がその時聞こえてないから何のこっちゃか分からへんくて。倒れてる。熱中症で、近くの病院で見てもらって、みたいな。それ熱中症になっちゃったらしいよ。なんか水分不足でとかって。うん。びっくりして、多分見たのが一番ほんま大変やったっぽいけど、なんか犬のこうイベントじゃないけど公園とかで集まるなんかあるじゃん。ああいうのによく行ってんだけど、なんかそこで周りの人にもこう助けてもらってとかして、なんとかことなきことを得たらしいんですけど、ことなきを得たな。なんかおかしい、なんか多いなと思って今。ことが多い。そう、得たらしくって、でも、ほんまに大変やったみたい、マジで。それは大変やろ、一人で4匹中1匹倒れたら。やし、なんかもう普通にこう歩いとって、もう帰ろうとしてた時らしくて、ちょうど。なんか水浴びとかもしとったらしいね、そういうのなんか水道流れてきたりとかしてるとこで。急になんか足、コロンってなってもう、コロンってなったらしい、姫が。後ろ足から。もう、力が抜けるかねに。
で、そっからもう抱っこしてももうずっとこうダラーンってしてて。ほんまに熱中症ってマジで危険で犬の。ほんまに 50% ぐらいの確率でお亡くなりになるから。で、もう急いで病院に行って、で、病院に行ったら行ったで、かかりつけ医じゃないわけよ、姫の。だから、先生が急にしかも飼い主じゃないからさ、ちゃんとした。ああ、まあね。ここの病院ではちょっと見られへんみたいなさ。なんかちょっとアクシデント的になったらしくて、いやだけどもう半分飼い主やからとか言って。これ飼い主ってどないやねん。で、以前ブーがその病院にいててな、たまたま。ああ、そうそう。で、そこの飼い主と同じやからもう、なんかこう、うまいことなんかやってもらって、まあ、応急処置な、してもらって、点滴打って、やってくれて、で、もうなんか熱下がらんかったらどうしようと思ってたけど、無事に 42.9 までいってたよな。もう、恐ろしい、本当に亡くなっててもおかしくなかったぐらいのレベルで。で、徐々に熱下がってって、だけどもうな、フラフラ状態は治らんくってなかなか。でもずっとなんか寝たりとかしてて。昨日も一日でも今日もやな。もうずっとほぼ暇があったら午前中は寝てたかな。それはでもいつもじゃない？いや、いつも以上に。ちょっと息も荒かったりしとった。途中。で、夕方にまた病院行ってこうさ、管があるのよね。またその、体調が治らんかったら、また点滴するように、こうなんかその管を刺したまま、いつでもすぐ注射打てるように。それを、もし治ったとしてもそれを外しに行かなあかんから、で、また状態もね、見てもらう。血液検査もしなあかんから、もう血液検査もしたら、もう超、もう異常。もう肝硬変にもなりそうなぐらいの、なんかもういろんな部分が赤色に出てて、なんか脱水症状とかそう熱中症になったらなんか出てしまうとこが赤くなっとってんけど、多分治ったらこれは減ると思いますみたいな感じで、今日またさ、後日行って検査して、また血液検査してもらったら、大丈夫やった。もう戻ってたけど、そうだから、なんかそこの病院にいるさ、ワンちゃんがおってんけど、その子とも遊んでるぐらい、もう元気ではおるから、さっきもね、この辺ソファーとかうろうろしてたから、みんなも見えてたと思うけど、大丈夫、無事回復しました。っていうね。ただちょっとね、ドライアイがひどくなってる、さらに。ちょっと水の量がなんかちょっとね、減ったなっていう感じがあるから、ちょっとそこが心配。また今週、とか来週か。病院どっちみち行く予定があるので、結膜炎になってたからね。その時にちょっと話は聞こうかなと思ってるんですけど、本当に下手したらお別れになっててもおかしくなかったような症状やったらしいから、びっくりしたね。だからもうちょっとね、こう早めに連絡くれてたらさ、あれやってんけど、なんかもうだいぶ処置が終わった後にね、電話くれたよ。よっぽど大変やったんやろうなと思って、連絡できひんぐらい。いやだからもうめっちゃ多分本当に大変やったと思うで、さ、いろんな面で。うちの犬じゃないし、でも人な、だからこそこんな状況になってるしみたいな。反省しろ。いやそんなこと言える立場じゃないで。だから今言うとってん、今日の車の中でもほんまに殺されかけてなとかって、もう関係性があるからね、これは普通では言ったらあかんねんけど、じゃあ命の恩人やとかって、ある意味そうねえ、命の恩人かそれでもほんまに熱中症ってもう分からへんやん、いつどうなるか。だってなると思ってないから誰も、飼い主なんて別に大丈夫やと思っておるけど、やっぱ犬にとっては意外と負担やったっていうオチなことが多いわけやんか。でそんな中でなんていうの、なんか検定みたいなのあるんやろ、ああいう心臓マッサージとか、そういう熱中症になった時のなんかこの処理をなんか知ってる、なんか視覚的な、なんか取れるやつがあんねんて。でそれでN さん持ってたのか持ってないのか分かんないけど、とりあえずその知識は持ってたから、もうその犬を冷やすってなっても、単純に頭とか体を冷やしても何の意味もないねんて。肉球とか、この股関節のとことか、なんかそうちゃんと決まってんねんって、こう冷えやすいとこが、でなんかその10分間冷やすのが効果的で、逆に10分以上冷やすと逆に冷えすぎるから、
とかもそういう知識がたまたまあったから、もう急いで、もうこう処理をできた。それがやっぱ後で病院行った時も大きかったみたい。それしてなかったらほんまにもしかしたら。処置処置。なんて言って処理。そう。だから、そうなんですよ。で、周りのサポートもあってさ、他の3匹たちは、他の友達の犬、知り合いの犬が、もう飼い主さんに見てもらったりとかもしたらしいので、だからそう、飼い主がいないところですっごい迷惑をかけてたっていうね。その間ずっと、姫って言ってたわけよ。お姫様が倒れてたってことやろ。変じゃないなんて、どういうこと姫ってお姫様が倒れてたってことやろ。そう。言ってる意味わかる？わかった。名前が姫やから。そうやね。あれがさ、三つ男とかさ、年男やったらまだあれやけどさ、姫とか、姫どこぞの姫かと思った。そうやね。黒い豚がやろ。かわいいやんか。確かに。名前に慣れすぎてさ、ね、姫っていう名前がキラキラネームっていうことすら忘れてたわ、今理解するまでに時間かかったもん。いや、だけどこれはもう本当に、笑って今話せてるのは本当に、もう良かったなっていう、一大事になりかねなかったからね。てかもう一大事やったから、それは自分たちがいないところで起きてるっていうのが怖かったよな。確かに。もう全部話で聞いて、事後報告で、みたいな感じで。で、帰ってきてやっと姿見て安心したって感じやったからな。いや、ほんと。飼い主も気をつけなきゃいけないし、皆さんもね、一言じゃないかもしれないからさ、犬飼ってる人とか、動物飼ってる人は熱中症マジで気をつけてください。てかもう食べ終わったあんた。早っ。でも本当に今は元気やもんな。だから安心してください。じゃあ最後これ食べて、トリプルどんなもんなのか。すごい。めっちゃ肉厚やわ。カロリーすごそうこれ。味は美味しくないってこと今の。なんでそんなこと言ってないの姫。姫ちゃんみんなに見せてあげてか。ブータロー辞書。美味しい、ブータローが美味しいと思うときは、まず一発目に美味しい味のことを言う。でも、ブータローが大体一発目に味のこと言わへん。なんか見た目とか。あとはなんか、大きいとか、なんかそういうことを言うようでやったら、大体味は美味しくない。まあか普通。別に特筆した部分はない。っていう。さ、そういうわけじゃないけど、仮にそうやとしてもさ、バラすなよ。そういうこと。めっちゃ肉厚。ほら、味言わへんやろ ?3 枚。絶対味言わへんね。チーズも濃厚。これは味は別に美味しくないか普通かどっちか。で、タレが、こう、醤油ベース。ちょっとニンニク系の、濃いめの、バーベキューっぽい、味で、なんかもうずっしりくるから、やっぱマクドナルドってさ、ちょっと絶妙に足りひんくない？それはないわ、このハンバーガー食べたら。味は？味？なんかな、肉々しいって感じ。それは食感の話。味。味なんだから。肉がもう噛んだ瞬間に、パンの割合、こうほら、肉の量が勝つから、もう口に広がるの、肉が。美味しいの？美味しくないの？美味しいよ。美味しくないみたい。美味しい。美味しくないみたい。美味しい。だから、肉の美味しさを感じるって感じ。ほら、また次それを同じの買ってくんで。次はいいかな、量的に。なんで？それ普通のダブルもあるからさ。自分こっちよりさ、そもそもこれ2種類あるやん、サムライマックって。あっちのが好きやねん、トマト入ってた方の。炙り醤油みたいな。美味しいよね。ちょっと濃いね、このソース、味が。自分にとっては。焼肉とか言ってもさ、美味しくないってこと？美味しいって言ってるやん。でも好みは炙り醤油ってこと。じゃあこれは別にもう買わへんってこと？いや、まあ、でもこってりしたいときは買ってもいいかなって。
でも自分って基本あっさり早いから、焼肉行ってもさ、あんたってタレ重視やん。もうタレもいきなり追加するやん。ほんと。うん。だって塩で食べたりとか、わさび。お寿司とか行っても脂っこいのばっか食べてるやん。あ、それは素材やよ。タレの話してる。うん。ほら、ダメよ。これも、だから、もっとあっさりした三枚肉やったら、太郎はリピートしてると思うよ。だけど、これソースが結構濃いね、マジで。まあ、美味しいねんね。まあ、今後は買わへんってことやな、豚は。買わへんってやったら語弊がある。買う確率は低い。年内買う？買わん。じゃあ、バイバイ。